はい、こんにちは。iPad1 枚だけで仕事をしたい稲造ギミックです。今回はですね、僕がね、iPad を10年以上使用してきて、その10年以上共にね、一緒に使用してきたあるアプリっていうのをね、紹介したいと思います。それもですね、コピペ系のアプリ、コピーセンター2っていうね、アプリなんですけども、これね、10年以上僕ずーっとね、もう便利で仕方がなくても、自分の生活にね、呼吸をするのと同じぐらい溶け込んで当たり前のようにね、触ってきてたせいで、そういえば YouTube で解説してないかっていうふうにね、思ってたので、今回僕の YouTube が初出しになるんじゃないかなって。他のね、iPad とか、iPhone とかのね、アプリを紹介しているような YouTube のチャンネル、僕よりもね、圧倒的にチャンネル登録者数なんてね、多い人たちがたくさんいる中で、なんでこのコピーセンターを取り扱わないんだろうっていうふうにね、こう考えたことがあったんですけど、おそらくですよ、iPad についてを YouTube で発信されてる人たちって、iPad で仕事をしているわけではないと思うんですよね。なんで僕がこのコピペ系のアプリが必要だっていうふうに思ったかっていうと、やっぱりね、iPad とかって文字を入力する、iPhone でもそうですよね、文字を入力するのって、キーボードでタイピングするよりも、やっぱりちょっと触りにくいわけですよね。なので iPad でずっと仕事をしてたり iPhone で仕事をしている人たちにとっては、なんかもうちょっと文字を入力するのに快適な環境に変えられへんかなっていうのとかを考えるはずなんです。僕もね、まさにその流れでこのコピーセンターっていうのにたどり着いたんですけども、おそらく iPad とかをね、解説している YouTuber さんたちはですね、普段ね、iPad を使ってるように見せかけて、裏ではパソコンで仕事をしてるんじゃないかなっていうふうに、笑顔で皮肉たっぷりなことを言ってますけども。なので、これに結構的を得てると思うんですよね。困ったことがないから。パソコンを使ってる人たちはもうパソコンで普段から仕事をしているから、このコピーセンターにたどり着かないのではないかっていうのが僕の推測で。だからこそ、僕は iPad1 枚だけでね、パソコン持ってませんっていうね、環境で仕事をしているからこそ、一番自分がね、身に染みて、このコピペ系のアプリがね、大事だっていうことを感じているので、ぜひね、皆さんにね、紹介したいなというふうに思います。今回はね、そのコピペ系のアプリ、コピーセンター2とはっていうのと、で、後半にはですね、このコピーセンター2を超えるあるツールというものも紹介しますので、ぜひね、最後までご視聴ください。で、そもそもこのコピペ系アプリっていうのは何なのかというと、文字を入力する際にね、普通にこのキーボードを使って、こんにちはとかっていうふうに入力するのではなくて、このコピペ系のアプリを開くと、自分がコピーしたテキスト、文章っていうのがこうリスト化されていて、そのおはようとかこんにちはっていうのを指でタップするだけで、それがコピーされたという状態になるんですね。なので、わざわざ自分が一文字ずつ入力せずに、こんにちはって入力したかったら、過去にコピーしたことのあるこのリストの、こんにちはっていうのをタップすれば、あとは自分が入力したいところの本文でペーストするだけで、この文字が反映される、文章が反映される。っていうのが、このコピペ系のアプリのメインの機能になっているわけですね。僕がこのコピーセンター2というのにね、たどり着いた経緯というのをもうすごく短く端的にお話しするとですね、最初ね、僕 iPhone でメルカリを10年ほど前に使って得たんですね。たくさんのね、商品を販売していこうっていうふうに割とガチでね、メルカリを使おうと思ってたんですけども、手軽にスマホ1台で写真を撮って説明文入力して、はい、出品みたいなっていうので、すごいその当時はね、メルカリも出始めみたいな頃だったんで、すごい簡単っていう風になってたんですけども、やっぱりね、複数個、たくさんその商品を出品していくってなると、やっぱその写真を撮るのもめんどくさくなってくるし、タイトルとか説明文も一から入力するのがやっぱめんどくさくなってくるんですよね。で、そこで、なんかこれもうちょっと効率上げれるような方法ないかなっていうので、そこで最初にね、ひらめいたのが、前に出品したものからコピーして、で次新しく出品するものに説明文ペーストして、ところどころね、文字を書き換えるっていう方法をすれば、一からね、文字を入力しなくて済むんじゃないかっていうふうにひらめいてですね。で、それでしばらく前に出品したものの本文を、説明文をコピーして、タイトルをコピーして、新しい新規出品の時にペーストするみたいなね、ことをやってたんですけど、それに慣れてくると、前のページからテキストをコピーしてくるっていうことすらもめんどくさくなってくるわけなんですね。で、これもこれで、なんかいいアプリとかツールないんかなっていうので、そこで初めてね、App Store でコピペっていう風に検索したときに、その当時でも10個ぐらいはなんかコピペ系のね、iPhone で使えるアプリっていうのがね、出てきてたと思います。それをね、もう片っ端から試していったんですよ。さっき言った、冒頭に言ったね、コピペ系のアプリのメインの機能っていうのは、実は自分がコピーしたものっていうのが、
どんどんストックされていくっていうのが、コピペ系のアプリのね、10個あるうちのもう10分の10がもうその機能がついてますと。で、そのアプリによってストックできる個数っていうのが結構違くて、一つのコピペ系のアプリだったら、このコピペで履歴に残せるのは50個までとかね、で100個まで残せるものとかもあったりっていう風なね、ストックできる数は違うんですけど、ただそういう風に自分がコピーしたものをストックしていける。ってなると、いちいち前のその出品したものの説明文のところの画面を開いて、自分の指でこうやってカーソル合わせてコピーっていう風にしなくても、もうそのコピーの履歴のリストから選んで、出品のところの説明文にペーストってするだけで、めちゃくちゃ簡単に前出品したものの説明文が反映されたっていう風に、できたわけなんですよ。なので、これだけでも自分のね、そのコピペの問題っていうのは解決されてたんですけども、とはいえ、またこれもこれで、このコピペのアプリ開いて履歴からタップして、また本文入力の画面に戻ってペーストするっていう作業もめんどくさくなってくるんですよね。もうやっぱりめんどくさいの塊なんで、なるべくこう、楽して、特に文字を入力するものなんてね、当時は僕はさっきも言った通り、メルカリは iPad じゃなくて iPhone でね、こう操作してたので、やっぱ文字を入力するのもこうめんどくさいですよね。ポチ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 。っていうので、アプリを開いてわざわざそれを選択するのもめんどくさくなってきたなっていう時に、じゃあコピペ系のアプリでっていう風にどんどん試していった結果、最終的にたどり着いたのが、このコピーセンター2になるわけなんですね。僕がね、もう見つけた時には2だったので、1の頃があったんだろうかっていうね。もしご存知の方がいたら、コピーセンター1の頃から僕使用してましたよみたいなね、コメントいただけると嬉しいし、ちょっと悔しいですね。僕は2の頃にしかこう見つけれなかったので、僕はこの自分の YouTube チャンネルでもう誰も使ってる人なんていないだろうってこう思うすごい便利なアプリなんですけども、実は1の頃から知ってますっていう人がね、いたらちょっとこう先越されたな感はあるんですけども、とはいえね、もう10年も僕も使ってるんで、さすがにもうどっちが早く使ってるかの競争とかじゃなくて、ただ単にすごい便利な機能で皆さんもね、ぜひ使ってほしいっていう、その思いだけでね、発信してるんですけども、ってことでね、このコピーセンター2にたどり着いたわけなんですね。これは他のアプリ、コピペ系のアプリとどう違うのかっていうところをちょっと紹介していくと、さっきも言った通り、何度も繰り返しますけど、コピペ系のアプリ10個あるうちの10個、つまり 100%、10分の10は自分がコピーしたデータっていうのをどんどんストックしていくことができる。念のために言っときますけども、iPhone も iPad もそういうアプリを使用しなければ、自分がこの単語コピーしようって言ってコピーします。で、違う他の単語をまたコピーしますってなったら、前にコピーしたものから基本的には上書きの状態になるわけですよね。つまりコピー状態っていうのは1個しかストックされないわけなんですよね。そのコピペ系のアプリ使うと、アプリ次第では50個、100個とかね、コピカンライトっていうアプリとかは100個、200個やったっけな ?100 個か200個ストックできたりします。っていう感じで、10分の10はとにかくコピペを複数個どんどんストックしていけますよというものです。で、その中から今度ね、10個あるうちの3個ぐらいに絞られるんですけども、とはいえ、100個とかの履歴から、その自分のね、そのメルカリの話でいくと、説明文コピーしたやつどれやったっけなって言って遡っていくのもめんどくさくなってくるし、あと例えばね、100個ストックできますみたいなアプリだと、101個目から古いものから順に削除されていってしまうみたいなっていう、もうタイムライン形式なんですよね。っていうのもあるので、その辺も前コピーしたものをちょっと使おうかなって思ったらもうすでに古いものとして削除されてたりみたいなこともね、起こってたので、このコピーのデータをフォルダ分けしておくことができるってね、実はコピペ系のアプリが今言った10個中3個ぐらい、存在していたんですね。もちろんコピーセンター2もそのフォルダ分けっていうのができるんですよ。で、フォルダ分けができるようになるとどういったメリットがあるのかというと、さっき言った通り100個もタイムライン形式でどんどん古いものが削除されていくんですけど、削除したくないコピーのデータっていうのを今言ったこのフォルダというものを作成して、そこに移動させておくだけで、もうこのフォルダの中に入っているものはもうタイムラインとして扱われなくなるので、つまり、例えばメルカリみたいなフォルダの名前にしとけば、メルカリ内で使うタイトルでよく使うとか、説明文でよく使うとか、取引連絡でよく使う、いつものテンプレの文みたいなとかっていうのを素早く表示させてコピー状態にすることができるっていうのがね、このコピーセンター2も含め10個中3個ぐらいはこれができる。さっきもちらっと言ったコピカン L、コピカンライトっていうのも実はフォルダ分けができるアプリなので、これも、iPad というかね、iPhone とかスマホ使ってる人にはおすすめのアプリです。で、いよいよですね、この10個あるうちの1つだけ、このコピーセンター2のことなんですけども、
他のコピーペ系のアプリにはできないことが、このコピーセンター2にだけできるというね、めちゃくちゃ素晴らしい機能っていうのが実はあるんですよね。それがですね、キーボードに組み込むことができるっていう機能なんですよ。これちょっと今の言葉だけではピンとこない人も多いと思うんですけど、iPhone とか、Android とかでもあるのかな、しめじっていうね、キーボードをこうカスタムできるようなアプリって、今も使ってる人多いんじゃないかなと思うんですけども、あれカスタムするときに自分のその設定のね、キーボードのところからしめじをこう追加して、で、キーボードを切り替えるみたいな感じでね、使うと思うんですけども、まさにああいう感じで、このコピーセンター2のアプリをキーボードに組み込んでしまうことができるっていうのが、他のコピペ系のアプリにはできない唯一無二の機能だっていうふうにこう発見してですね。でそこからはもう革命的ですよ。なぜなら、さっき言った通り、わざわざそのコピペ系のアプリを開くことすらもめんどくさくなると。フォルダ分けは便利だけども、結局そのコピペのアプリを開いて、フォルダを開いて、そしてコピーしたい項目を押すみたいなっていう作業も、もうこれすらもめんどくさくなってきてるわけなんですよね。なので、もうこのコピペ系のアプリすらも開かずにできるものとして、このコピーセンター2は、キーボード、オンスクリーンキーボードですね。のところのキーボードの切り替えマーク、地球儀のマークってあると思うんですけど、ここね、長押しすると、基本的には日本語かなとかね、イングリッシュみたいなっていう風にこう切り替えることができるんですけど、なんとね、ここにね、コピーセンターを、ね、追加することができるんですね。で、設定の仕方っていうのはさっき言った通りです。コピーセンターのアプリをインストールしたら、設定のアプリから一般のキーボード、そしてもう一回キーボードを押したときに、今自分が使用できるキーボードっていうのが上部の方にこう一覧に表示されてるんですけども、ここに新しいキーボードを追加っていうね、青色の字で書かれている項目があるんで、それを押すと、実はコピーセンターが選択できるようになってるんです。で、これでコピーセンターを追加することによって、メモ帳とか開いてね、試しに。で、オンスクリーンキーボードが表示されたら、地球儀のマークを長押しすると、なんとコピーセンターに切り替えることができると。で、ちょっと待ってくれると、そのキーボードって基本的には、あ、い、う、え、おとかね、ABCD っていう文字のキーをタイプして、文章を入力したり単語を入力したりってことを行うのがこのキーボードなのに、コピペ系のアプリをキーボードにするってどういう意味っていうね、風になると思うんですけど、これはね、実際に、このね、画面を見てもらうとわかる通りですね。なんと、さっき紹介したコピペ系のアプリでフォルダ分けができるって話をしましたけど、そのね、フォルダが表示されるんですね。ここのキーボードにずらっと。で、コピーセンターで作成できるフォルダの数っていうのは5つまでなので、このキーボードで表示されているコピーセンターにもフォルダがね、1、2、3、4、5、5つ表示されているわけですね。ちなみに一番左のコピーセンターっていうね、名前のところに関しては、さっき言ったタイムライン形式のところのコピーの履歴が表示されるようになります。これはね、もう革命的です。なぜなら、もうそのコピペ系のアプリを開く必要すらなくなる。そして文章を入力するときに、このコピーセンターのキーボードに切り替えて、あらかじめ例えばメルカリのフォルダーにストックしておいたタイトルとか説明文みたいなのを指で触れるだけ、タップするだけで、そのテキストの入力フォームのところに反映されるんです。つまり、もう実質作業としてはコピーペーストはしてないんですよね。その文章を指でタップするだけで画面上にその文章が反映されるわけなんですよ。めちゃくちゃやばくないですか？このアプリに出会ってからですね、もうなんか使い回せそうなテンプレ系の文章みたいなのは全部コピーセンターにとにかくぶち込んでいこうっていうふうに思ってですね、今僕はメルカリ自体はね、もうやらないようになったんですけども、iPad1 枚だけでね、仕事ができるという状態になっているということは、いろんなね、iPad 教室ですね、iPad 講座をやってたり、あとは動画編集とかイラストとかね、そういう自分のスキルをシェアしているココナラっていうね、サービスとかがあったり、そして自分の YouTubeをね、例えば編集した動画をアップするときにタイトルとか概要欄とかね、なんか文章を入力しないといけないっていう時とかに、とにかく使い回しできるような文章をこのコピーセンターのフォルダにひたすらストックしていくみたいなってことをやって気づけば10年
使ってますという状態なんですね。なのでね、そういえば当たり前のように使ってるけど、このコピーセンターのアプリやばくないっていうふうに思って、しかも、冒頭言った通り、誰も紹介してない。こんなにやばいのに誰も紹介してない。もうこれはもう使命ですよね。僕がもうこれはもう発信するしかないっていうふうにね。って思ってですね、今回、ぜひ皆さんにね、このコピーセンター2をね、使ってほしいなっていうふうに思ってるんですけども、ただしね、これね、使用するための条件というのがあります。まずですね、基本的には無料で使えます。ただ、有料バージョンというのもあって、広告をね、消せるとか、そういうのが、多分、250円か300円ぐらいだったと思いますけども、はい。なので、別に、課金しなくても、機能としては、有料のものと同じものが使えます。有料にするってことは、広告を消すだけみたいなね、ぐらいの違いです。で、これは条件というかは、次の方がちょっと大事で、iPad のそのオンスクリーンキーボードで文字を入力している人っていうのが、どれぐらいいるかって話なんですよね。っていうのも、僕自身、はい、実際、これですよね。外付けの外部接続キーボードっていうのを使って普段は文字を入力するっていうスタイルでやってるので、キーボードをつなげてしまうと iPad の画面上のオンスクリーンキーボードっていうのはもちろん表示されなくなってしまいますよね。ってなると、さっき言った地球儀のマークを押さえてキーボードを切り替えるっていう操作ができなくなってしまうんですよ。この外部接続キーボードをつなげちゃうことによってね。ただしですね、この外部接続キーボードの種類によっては、実はですね、オンスクリーンキーボードを表示するっていうボタンがね、ついているキーボードもあるんですよ。実は僕のこの、ロジクールのもう5台ぐらい買い替えた、同じもので5台ぐらい買い替えたお気に入りのね、キーボードなんですけども、K380 っていう型番のね、外部接続キーボードになるんですけど、これについてるんですよ。キーボードを表示するっていうボタンが。このボタンがついてるかどうかで僕はね、キーボードを選ぶぐらいに、コピーセンターっていうのを使いたいがために、このキーボードを出現させる、表示させるボタンの外部接続キーボードを選んでるってね、ちょっとキーボードの単語が連続しすぎてちょっと頭こんがらがってきましたけども、はい。大丈夫ですか？ついてきてますか？ってことでですね、こういうキーボード表示するっていうボタンがついているものであれば、継続してそのコピーセンターをこの外部接続キーボードに接続していたとしても、コピーセンターを画面上に表示させることはできます。ただし、残念なことにですね、Apple で販売されているですね、キーボードありますよね。マジックキーボード。あれには実はね、キーボード表示するボタンついてないんですよね。残念ながら。なので、このコピーセンター使える人という前提条件というのは、Apple のマジックキーボードを使用していない人限定になります。皮肉な話。iPad のね、Apple 製品です。一緒にね、セットで購入される方も多いと思います。Apple でね、ストアで。やっぱ高い買い物なんでね、気持ちも高ぶった状態なんで、どうせだったらセットで買おうみたいなっていう風に、勢いでマジックキーボードと一緒に購入される方も多いと思います。しかもね、そんな安い買い物じゃないですよね。キーボード一つ取っても3万円とかするような、ちょっと時代になってきてて、なかなか覚悟がいる決断だったと思うんですけども、ちょっとね、残念ながら、このマジックキーボードにはキーボード表示するボタンがついてないので、それ以外のキーボードを使用している方、プラス、このキーボード出現するボタンっていうのがね、ご自身がね、使用されているキーボードに、このボタンがあれば、あなたも今日からコピーセンターを使う資格がありますというお話でございます。いや、別に無料のアプリでね、キーボードの接続さえ切ってしまえば、使うことはできるんで、というね、ちょっと条件付きにはなるんですけども、コピーセンターとはいえ、僕も10年間もずっとお供させていただいた。しかも、システムに組み込む系のアプリって、この OS のバージョンが上がるとちょっと不安になってきますよね。iPadOS が15から16になる、16から17になるみたいなっていうね、そのアップグレードのタイミングとかで、こういうシステムに組み込む系のアプリってね、急に使えなくなったりとか、バグが起こったりみたいなってことが結構あるあるなんですけども、コピーセンター2はね、ずっとついてきてます。なぜなら10年間ね、使ってきたということもあるので、もう未だにもちろん現役バリバリで使っていけます。ぜひ、皆さんもこのコピーセンター2をね、使っていただきたいなというふうに思ってるんですけども、ここでね、最初のお品書きのところで言った通り、コピーセンター2よりもやばいツールというのを実は発
見しましたというかは自分で作りました。さっきのね、コピーセンター2ここまで熱弁しといて、結局マジックキーボード、Apple 純正のキーボードを使ってる人使われへんにやったら、型を落としたと思います。最後のオチそれかいみたいなね。そこはね、ちょっと型落とすのはまだ早いですっていうことで、今回僕がね、同じぐらいやばいね、機能っていうのを実は作ったので、これをね、皆さんにちょっと共有して終わりたいなっていうふうに思います。これはもちろんマジックキーボードを使ってる人にも使っていただける素晴らしいツールになってますので、ぜひ最後までね、見ていってください。一体どんな機能を自分で作ったのかというと、iPhone とか iPad にね、知ってる人もいるし、使わなさすぎて知らないっていう人もいると思うんですけど、ショートカットっていうね、アプリがあるのご存知でしょうか？このね、アプリっていうのは自分の普段の日頃の作業を、なるべく効率化させるみたいなっていう時とかに、自動化させるみたいなね、簡単なプログラム要素がね、入ってるようなアプリになっていて、このショートカット自体のアプリももうだいぶ昔からね、存在はしてたんですけども、僕もちょっと触ったり触らなかったりみたいなのを繰り返して、ここ最近、ちょっとこの生成 AI みたいな、ムーブメントが起こっている時に、やっぱこの自動化みたいなとか、反自動化みたいなっていうのが一つのね、キーワードとしてまた浮上してきて、そういえばショートカットって、目的としては似たようなことをするものだったよな、みたいな感じで思い出したときに、またちょっとショートカットのアプリをね、触り始めたんですよ。そしたら、使い方をね、どんどん知れば知るほど、これコピーセンターと同じようなことができるんじゃないかっていうことに気づいてですね。で、そっから自分であれやこれやっていうふうに触りまくったらですね、なんと、このコピペ系のアプリもこのショートカットの機能として作れてしまうってことが分かったんですね。そして今回、まさにその紹介したのがこのコピーセンターをまさにショートカットのレシピとして僕は作りましたというお話です。このね、ショートカットのレシピっていうのは、実は iCloud のリンクとして、第三者にね、共有することができてですね。っていうのもあるので、今回僕が作ったこのコピーセンター3っていう風に名付けたんですけども、ちょっと今までね、コピーセンター2にお世話にめっちゃなってきた、このリスペクトも込めてのコピーセンター3ってね、あえて名付けさせていただいたんですけども、はい、このコピーセンター3のショートカットのレシピっていうのを期間限定でプレゼントしたいと思います。無料でね、プレゼントしたいと思いますので、ぜひ皆さんの iPhone、iPad にも組み込んでいただきたいと思います。で、組み込んだ後にね、実際ちょっと自分のよく使うコピーの文章とか単語みたいなのをどういうふうに組み込むのかっていうところだけ、最後にちょっとちらっと触れておきたいと思うんですけども、データを読み込んだらですね、自分の iPad、今回ね、iPad のもちろん YouTube チャンネルなので iPad という前提にお話をしますけども、操作は iPhone も全く同じです。はい。なので iPhone ユーザーの人も同じような操作で進めていけます。まず、ショートカットのアプリを開きます。開いたらね、読み込んだショートカット、コピーセンター3という名前で入ってると思うので、それを、そこのね、点々点のマークみたいなのがあるので、それを押してください。そしたらね、そのプロンプトみたいなのがレシピの内容みたいなのがね、表示されるようになってます。で、一番上にね、メニューから選択っていう項目があって、これがね、大カテゴリーだと思ってください。さっきコピーセンター3のところで、フォルダ5つまで作れますよっていう風に言った、そのフォルダのことだと思ってください。この一番上のメニューから選択っていうのは。つまり、一番上のここは、一番大きいカテゴリーの名前を決めていってください。実際タイトル01、02、03、04、05まで割り振ってますけど、そこのタイトルっていうところをタップすると、自分の任意の文字に変更することができるので、例えば、プライベートとかね、ビジネスみたいなね、そういう風なカテゴリーで分ける。僕みたいに、メルカリよく使ってるのであれば、メルカリとかね、いう風な感じでカテゴライズしておく。名前をまず決めておいてください。そこの名前を変えると、今度下にあるところにも、実はタイトル0102とかっていう風に続くんですね、このメニューが。で、実は一番上の大カテゴリーの名前を変えると、下の方の連動して名前が変わってることに気づくと思います。例えば一番上のタイトル01っていうところをメルカリとかっていう風に変更すると、その下に続く、もともとタイトル01だったところがメルカリって名前が変わってると思うんですね。それが確認できると思います。したら今度はそのメルカリって例えば変えた後に、さらにそこに小カテゴリーみたいな感じで、同じメニューから選択っていうものが入ってます。ちょっと階層になってるので右にずれたような状態になってるんですけども。で、ここの内容は実際に自分がコピーしたい本文の
タイトルですね。例えば、この度は私の商品を購入してくださってありがとうございますみたいなね。そういう定型文みたいなのがあったら、取引連絡1とかね、取引連絡挨拶みたいなね、名前にしとくっていうのが一つの使用例です。で、そういうふうに名前を変えると、今度はその下にテキストっていうね、黄色いアイコンの入力フォームが出てきて、そこに実際コピーしたい本文、定型文っていうのを入れておく。それだけで、あとはそれを繰り返していくだけです。で、最初にね、これをセッティングしていく作業っていうのはちょっとちまちま作業でめんどくさいなと思うかもしれないんですけども、これを先にやって最初にもう組み込んでおきさえすれば、もうそれ以降から自分の指で、自分のキーボードで直接一文字ずつ入力する、タイピングする必要っていうのは今後一切なくなりますので、ちょっと皆さんね、頑張ってこの辺は組み込んでやってみてください。で、これをある程度ね、自分仕様にカスタマイズできたらですね、青い左矢印のマークですね。これを押せば、最初のショートカットのメインの画面に戻ってきますよね。で、これね、実際何もしなければ、このショートカットの機能って、このショートカットのアプリを開いて、今まさに読み込んだこのコピーセンター3のマークを押さないと発動しないというような設定になってるんですけども、これをですね、ある機能に、このコピーセンター3の機能を付与させるっていうね、ことをしておくことで、このショートカットのアプリを開かなくてももう遠隔で、いつでもこのコピーセンター3を呼び出すことができるということで、その方法をちょっと紹介しようと思うんですけども、それがですね、まず設定のアプリを開いていただいて、そしてアクセシビリティっていう項目を見つけてください。一般っていう項目のすぐ下にあります。そしたら今度出てきたメニューのタッチっていう項目ですね。これを押します。そして出てきた画面のメニューの一番上、アシスティブタッチってこれ英文字で書かれているものですね。これをタップします。で、アシスティブタッチ、スイッチがオフになっている方はここをオンに切り替えてください。切り替えると画面上にアプリぐらいのサイズの丸いマークが表示されるようになると思います。知ってる人はね、iPhone とかでも仮想ホームボタンみたいなのとかって昔ね、言われたりしてて、ホームボタンが昔ついてた頃の iPhone とかでね、押しすぎてとか、経年劣化でホームボタンが効かんようになった時とかにね、このアシスティブタッチをホームボタン代わりにするみたいなってこととかを、やってる世代の人たちはね、今懐かしいとかって思ってるかもしれないですけども、はい。まさにこのアシスティブタッチですね。に、実はこのボタンにさっき言ったコピーセンターの機能を付与することができるんですね。そのまま流れで説明進めていきますけども、はい。カスタムアクションっていうのがね、すぐ下にあります。シングルタップ、ダブルタップ、長押しっていう項目が3つ用意されてて、アシスティブタッチのボタンをどういう風に押すか次第で、今ここのシングルタップ、ダブルタップ、長押しに付与した機能を呼び出せることができるっていうね、めちゃくちゃ便利な機能なんですよ、アシスティブタッチって。おすすめはですね、シングルタップよりもダブルタップか長押しですね。どっちでもいいです。ダブルタップにしましょう。じゃあ今回。ダブルタップのところを、押すと、何の機能を付与しますかっていうのがメニューとして選べるようになってるんですけど、下の方にスクロールしていくと、ショートカットのレシピをね、選べるようになってるんで、ここでコピーセンター3を選んでください。そうすることで、今ここに表示されているこの丸いマークを2回ダブルタップすることで、コピーセンターのメニューがね、表示されるようになっていると思います。で、シングルタップをなんで避けた方がいいのかというと、これね、画面上に表示されているアシスティブタッチって、この上下左右の端っこに常に表示されている状態なんですけど、安全な場所っていうのがないんですね。何をもって安全なのかというと、つい自分が意図しないタイミングで触れてしまうみたいなっていうことが結構起こります。この iPad の大きい画面ですら、ここに配置してたら触らないだろうとかっていう安全地帯がないんですよね。なので、上下左右のどこに配置してても、不用意に触ってしまって、それがシングルタップにもし、ね、このコピーセンターをセッティングしてしまってたら、要は自分が意図していないタイミングでそのコピーセンター3のメニューがバーンって画面上に表示されてしまうってことになるので、シングルタップにはあまりこの機能を付与しない、設定をしておかないというのがいいと思います。なので、ダブルタップか長押しですね。このコピーセンター3を組み込んでおくことによって、先ほどコピーセンター2のアプリは使用条件がありますというふうにね、言った、その Apple 純正の外部接続キーボードを使用されている方には使えないっていうふうに言いましたけども、今回のこのショートカットのレシピとして組み込んでしまって、そしてアシスティブタッチのボタンとしてその機能を付与してしまったので、これ別にキーボード接続してようが iPad の画面上にアシスティブタッチのボタンってずーっとね、表示されているので、あとは自分のここぞというね、ここでコピペ
定型文を貼り付けしないといけないっていうような入力のタイミングでダブルタップ、アシスティブタッチをダブルタップ、もしくは長押しして、コピーセンターのメニューが出てきます。そしてコピーしたい項目を選ぶだけで、その本文がコピーされる状態になるので、あとは本文中にペーストを押すだけ。外部接続キーボードを使っているのであれば、コマンドと V を押すだけで貼り付けされますというようなね、僕の中でも最高傑作だと思って皆さんにぜひ使っていただきたいもの。これはね、本当に思い入れがあるからこそのこのコピーセンター3という名前ですし、このコピーセンター2をもう10年ぐらいに愛用したからこそ、僕個人的なこの歴史があるわけなんですよね。このコピーセンター3を自分でショートカットのレシピとして、作り上げるまでの経緯、過程っていうものがね、今回のこの解説の熱量にもね、伝わっていると嬉しいと思うんですけども。で、これがですね、僕もめちゃくちゃ必死に考えて頑張って作ったレシピなんですけども、期間限定でできるだけね、多くの人に使ってもらいたいからこそちょっと無料でね、プレゼント企画というのもやってですね、こちらですね、ぜひ皆さんにも使っていただきたいと思います。そして、期間が過ぎてからもですね、一応概要欄の方にコンテンツ販売用のサイトっていうのをですね、実は立ち上げてですね、こちらの方で150円からですね、で販売していこうかなっていうふうに思ってます。LINE スタンプ1個分ぐらいのね、値段ですよね。っていうめっちゃリーズナブルな価格ですね。ポテチ1袋分1回我慢するだけで、このコピーセンター3が手に入ると。もう今となっては、そのポテチの方がね、値段が高くなっていっているような、そんな物価上昇のね、もう関わらずですね、このリーズナブルな価格で購入することがね、できるので、皆さんがね、この動画を見てるタイミングっていうのはわからないので、見てる段階で、もうこの期限が過ぎてしまってるなっていうふうに思った場合はですね、概要欄の方からその販売ページの方でぜひ購入して使ってみてください。ということでですね、こんなにもペラペラね、僕の自分の YouTube の動画史上一番流暢に解説できてるんじゃないかなっていう。なぜならね、もう自分の身内の人にはね、めちゃめちゃプレゼンしまくってるんですよ、これもう。こすりまくって話に慣れてるっていうね。ですけども、今回のこの YouTube では初出しということで、しかもおそらく、どの YouTube、どの iPad を解説している YouTuber さんも触れたことがない、解説したことがないアプリだと思ってますので、ぜひ、貴重なね、今回はお時間だと思って、他の人にもね、ぜひこのコピーセンターをお勧めしてあげてください。では、今回のテーマに関して、ぜひね、感想等ありましたらコメント欄の方にお寄せください。他にもね、僕の YouTube チャンネルでは動画編集のアプリであったり、イラスト系のアプリであったりってね、日常に役に立つ iPad の活用の仕方などを発信してますので、チャンネル登録といいね、高評価をして、ぜひチャンネルを応援してください。それでは本日は以上となります。